この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？湿気が大変で体調や精神を崩しやすい日々。そこにお待ちかねの推し語りをドーン。今回の作品は、継ぎはぎだらけの記憶と体。海馬。海馬は、2008年にワウワウで放送された、全12話のオリジナルテレビアニメだよ。放送媒体の都合上、当時から知名度は低かったが、今なお人々に記憶され続ける、スルメアニメだ。時系列整理や、キャラの動向を把握するほどどっぷり疲れるから、噛めば噛むほど味が出る。というより、最初からよく噛む必要がある。何せ海の親は四畳半神話体系、ピンポン、映像犬、で知られ、近年犬王が大ヒットした、湯浅正明監督だからね。オリジナルの湯浅アニメでは2作目と、かなり初期の作品だが、それゆえ原作、シリーズ構成、脚本、絵コンテ、演出と仕事は幅広い。つまり、それだけ特能の作風が味わえるってわけ。パッと見ても昨今どころか、2008年でも滅多にない、曲線主体にデフォルメされたキャラクターや、太い曲線と曲線の組み合わせでできたタイトルには、少し不思議な世界観を感じ取れるだろう。そう、これは宇宙を渡り歩く、SF 色の強い作品だ。ただし、科学的な説明よりも、生きる人々の人生に焦点を当てている。全体的にシンプルなデザインとは裏腹に、展開される人間ドラマは、誰もが多面的で割り切れない。海馬は、人一人の下手変容の歴史が、いかに外見だけではたどりきれないものかを、改めて私たちに教えてくれるんだ。舞台は、私たちの知らないとある惑星。ぼやけた視界が回復すると、まずうなぎじみた生物と目があった。それが、横たわっていた若い男が見た最初の光景である。黄緑髪の彼は、緑の履物でかろうじて半裸の状態だった。生物が通り過ぎていくと、奥の景色に目移りする。窓がアリの巣穴のように作られ、紐を渡して洗濯物も干してある。どうやらここは、巨大な集合住宅の一室らしい。見を起こすと、首にはロケットペンダントを下げていた。中には、顔がブレてしまっている女性らしき写真。どんな状況で撮ったのか、背景は暗く怒ったような表情だ。男はぼんやりと手元を眺めたが、それ以上に重大な事態に気づく。自分の胸には、小さくない穴がぽっかりと貫通している。こんな状態で、どうして平気で生きているのだろう。彼は、何もわからないまま辺りを見渡した。入り口には十字見たものがポツンとあり、視線がそこに集中する。すると突然、何かが背後で飛び去っていった。とっさに振り返ると、大きな機械が巨大な住宅の中に侵入していく。やめろ。助けてくれー。反対の端では、住人たちの頭に奇妙な飛行体が吸い付き、まるで頭から何か直接吸い出すような動きをしている。驚愕するのもつかの間、今度は部屋の入り口から金属音が、赤い服の若者が、大型の道具を運んできたのだ。二人の目が合う。相手は息を飲み、しばし沈黙が流れた。若者は我に返って道具を置き、大げさな身振りで、その場から男に話しかけてきた。大丈夫。か。大丈夫、だ。穴があってもこの通りなのだから、おそらく大丈夫だ。しかしお互い、気まずい笑みを浮かべる以外思いつかない。どうしたものか。と思ったその時、無防備な男の背後に、再びあの機械がやってきた。すでに至近距離だ。若者は急いで道具を両手に構え、オレンジの弾を撃ち込んだ。やはりあれは武器だったのだ。だがそれ以上に素早く、横穴から二足歩行の鳥類が駆け寄り、男を寸んでのところで突き飛ばす。弾が命中した機械は、原型をとどめずドロドロの液体になってしまった。待て、ダチョウに似た謎の鳥は、男を背に乗せたまま窓から外へと飛び出す。物干しの紐を踏み台に、縦横無尽に壁を器用に走り抜ける。後ろには、あの住人たちを襲った飛行体が追ってくる。男は必死で鳥にしがみつきながら、
心の底から叫んだ。ここは、どこなんだ、俺は誰なんだ。謎に満ちたあらすじだね。この、海馬は、あらすじの通り、記憶喪失の男、海馬が、何も事情がわからないまま、多くの惑星に流れ、人々と関わりを持つ物語だよ。右も左もわからないどころか、どこで寝てたのかも知らない彼だが、起きてすぐに襲撃を受け、街中を逃げ回ることになってしまう。なぜか自分を助ける謎の鳥、パルの助力もつかの間、海馬は転げ落ちるように安全圏にたどり着き、やっと一息。ここまで、おおむね開始6分。波乱のスタートダッシュだね。彼の視点を共有する視聴者も、まっさらな主人公と同様、何一つ掴みきれないまま、一連の事態に混乱させられる。だが、ここから街の住人の日常風景を眺めたり、最初に出会った第一町人、ポポの先導を受けることで、ようやく作品世界の概略を学べるから、安心してほしい。海馬での宇宙は、記憶の完全なデータ化を実現した世界だ。しかも、ただ一つの惑星で使われる特殊な文化ではなく、宇宙船で旅行可能な、ほとんどの地域で常識となっている、データとして扱う、ということは、私たちがスマホや PC で、気軽にやり取りするように、保存、転送、消去ができるということ。惑星単位の膨大な歴史は、記憶タンクで物理的に貯蔵する。すると誰だって簡単に、自分以外の過去も現在も閲覧できる。データ化のおかげで、人の記憶そのものも楽にカスタマイズ可能だ。複製も他人にダウンロードもできるから、脳内を楽しい思い出だけにしたり、コピーを取って人の頭の中を覗くことだってできる。記憶チップという、専用の超小型ストレージに保存すれば、挿入口に差し込むだけで、自分の肉体すら乗り換えられる。そう、もはやチップを作って体さえいくつも用意できれば、誰であっても疑似的な不死を実現できる時代なのだ。なんということでしょう。あの病弱だった家族が、匠の手によって、見違えるような健康体に早変わり、このような技術革新により、作品内での倫理観は、体よりも、精神的な活動の成就を重要視しているよ。特に、物理的に触れられる精神として、記憶の扱いは命や魂に匹敵する。実際、海馬では、記憶チップがない人が死ぬと、記憶の卵、と呼ばれる物体が、自然と体外へと排出される。これを液状化することで、記憶の転送やチップへの保存ができるんだ。死後体から失われるもの、という点では、確かに魂めいているね。どうもここでの記憶は、個人死と人格の複合体のようで、卵が気化した記憶の雲に入ると、幽霊じみた幻覚すら体験できる。それが詰まった記憶チップは、持ち運びもデータ改造も可能な、魂と言ってもいいかもしれない。こう書くと結構怖いね。必然、肉体はもはや、魂を運ぶ乗り物の側面が強くなり、より精神的欲求を追求するために、人工的に生産されているよ。だから、海馬の人々の姿は、バリエーション豊富だ。普通の人間体はもちろん、ロボットも獣人もパペットも赤ん坊もいる。おおむねこのアニメでは、外見上の印象はかなり当てにならない。主人公だって、少年っぽいけど中身は成人だからね。基本的には、声から伺える年齢や性差で判断することになるよ。なぜ宇宙がこんな世界になったのかというと、元をたどれば、人類を束ねる王が、死んだ人間の記憶を蓄積する方法を、発見し、世界に広めたからだという。しかし、便利な技術は広まりきれば、残念なことに、いつだって社会構造に飲み込まれるものだ。海馬での人類社会は、おそらく資本主義を中心にして回っている。肉体は人工的に大量生産されたり、バイオ技術で培養される分、若くユニークな天然物は、価値が高くなった。若者は自分の体を売って、お金に換えられるようになったんだ。これは記憶も同じことで、記憶喪失になる代わりに、売却した分のお金を手に入れることができる。どちらにしても、やる側にとっては捨て身の行いだが、換金手段が増えると、必然的に非合法の荒稼ぎも増える。一部地域では、これらを狙って売りさばく狩りが横行しているんだ。1話でポポは、海馬を先導しながらこう嘆く。この星は2つに分かれている。我々はここに住み、金持ちは雲の上にいる。金持ちは体を手に入れ生き続け、我々は体や記憶を奪われるようになった。何も変わりはしない。
別の肉体を用立てるのにも、記憶をデータ化するのにも、まとまった資本がなければ恩恵にあやかれない。先に述べた記憶チップも高価なもので、これを作るために、積み立ての保険が存在するぐらいだ。つまり、半永久的に QOL を高められるのは富裕層に限られ、貧乏人や身寄りのない者は、かえって消費財として搾取されやすい。食いぶち優先なら、優先順位の低い身内は監禁対象となる。最悪の場合、家族全員体を失って機械でひとまとめの存在になるか、何一つ生物として活動できない、身元不明のチップとして埋もれるか。なんということでしょう。よくある貧富の格差が、匠の手によって、よりグロテスクで人生の扱いが軽い社会に。この世界は、精神が物理的に肉体から解き放たれた結果、一般的な肉体の死と社会的な死が、等価値になっちゃったんだね。さて、そんなディストピアに、記憶喪失の男が一人、一体彼は何者なのか、真相に迫るには、まずは身の安全が先だ。ポポは海馬が命を狙われていると判断し、彼のために一計を案じる。それは、今の体を代償に、これから出発する宇宙貨物船に乗せてもらうことだった。以降海馬は、強制的に代わりのボディに乗り換えさせられ、本当の記憶も体も失ったまま、見知らぬ土地を放浪することになる。しかも最初の代替ボディは、動きも鈍く声を出すことすらできない。だが、いつの間にか彼のそばには、ヒョウ、としか喋れない生き物、ヒョウヒョウが寄り添い、一人ぼっちではないのが救いだ。慣れない体の事情に悩まされながらも、成り行き任せに、惑星へついては離れる旅が最初に与えたのは、今そこでしか会えない人たちとの出会いだった。愛のために危険な密航をする女、粗暴な旅客貨物船保安官、見知らぬ旅行客も、家族と同じように思いやれる少女、過去の記憶を抱いたまま、現在に残された老婆、周囲を顧みず、社会を憎み続ける天才デザイナー。海馬は、時折身の危険から逃げ惑いながらも、彼らと支えで穏やかなひとときを過ごし、記憶から生き様を垣間見る。同時に、宇宙では一相団、という反体制過激派組織が、様々な惑星で暗躍し、引き起こされる記憶タンク爆破事件の余波が、少しずつ全員の日常を暴力的に侵していく。肉体は武器の一撃ですぐ崩壊し、精神が死を選べば二度と目覚めない。生き続けやすくなった反面、あまりに刹那的な社会のありさまに、海馬は心をかき乱されながら、失われた自分の真実、そしてロケットの写真が示す女性の正体に近づいていくよ。それにしても、このアニメは最初から謎の多い物語だ。1話のエンディングクレジットや、2話以降に流れるナレーションが、主人公の名前は海馬だと言っているのに、1話のポポが彼に告げたのは、海馬ではなくワークというな。視聴者は、この食い違いに首をかしげながら見ていくのだが、海馬の構成は、7話まで1話完結の旅を映し、8話からようやく、主人公の確信を明かす物語が始まる。かなり独特なペース配分だが、作品全体の筋書きは結末から、逆算して作られてるから、そこへ至るには全ての記憶が必要だ。しかし映し方はリアル思考だから、叱るべき状況が来ない限り、キャラクターたちは視聴者にもわかる説明はしないし、その説明すら主観的ゆえ、実際に確認する必要がある。本来のスペックを凌駕する欲求が、人を感情的に突き動かすとき、事態の全貌は、脳のシナプスさながらに複雑さを増すんだよね。だから視聴者が、自ら必死に食らいつく覚悟で臨まなければ、すぐ人物の理解や状況変化に追いつけなくなる作品でもある。最終的には、肉体と記憶に支えられた一人の自意識が、何を選ぶのか、という少し不思議な方向に収束するしね。ただ、その分時系列と隠された人物相関図が、一気に明かされるカタルシスはたまらないし、躍動感あふれるアクションシーンでワクワクさせてくれる。説明セリフを極力排するため、動きの少ないシーンでは、映像だけで暗に説明する画面作りを徹底しているから、世界観に深く端的できるのが好きな人には、強くおすすめしたい。どこまで情景から読み取れるか、読解力の力試しにもなるしね。自分が予想だにしない考え方に触れた時こそ、自分がどういう思想で生きているのかがわかるってもんだ。は、見られた。何が？うわ、しょうがない。一緒に行動してもらう。未見だけどネタバレゾーンに来た？くんな横の星に。というわけで、ここは恒例、
惑星ネタバレゾーンです。本作を未見の方は、17分まで飛ばしてね。キルトもそうだそうだと言っています。ではここから遠慮なく、記憶を抽出していこう。手短にね。ひょうひょう、お前が MVP だ。というか、ネイロがいないとどうにもならなすぎて大変。いやー、2周目以降だとひょうひょうの全てが可愛くて、同時に何が言いたいかかなり類推しやすくて助かる。バニラの結末をひょうひょうだけが涙目で見送ってて、だからこそ最後の基地に繋がるんだよな。バニラと同じ鉄を踏ませたくなかったんやなって。基地もナイスアシストだよ。お前も土壇場で好きな人のために動くタイプだから、似た者同士でいいと思う。もうあとはずっと静かに穏やかに暮らしててくれ。物語的には、科学技術があそこまで高まってるのに、かえって生死に対する呪術的態度が強まっていたり、生存本能に由来する犯罪が、より強い普遍性を帯びていたり、知識と体験が強く紐づいてなきゃ、どんなにコピーしても、連続性に基づいて個性が変わっちゃうところが、面白かったです。最終回で海馬と海馬が向き合うあたり、海馬、と名付けられた、こと自体が、他人から大事なものをもらったという証で、それが分かってるなら過去に固執しなくても生きていける。そういう話なのかな、と、今回周回して腑に落ちました。初見時は個別のドラマがずっしりきてダメージ処理に追われてた。ただでさえばあさん関連が辛いのに、話が終わりに近づくと、ポポがどんどんしょうもない男になってくのが余計に、彼もまた被害者なのだと分かってても、あまりに被害がでかく、一相談のリーダー面が全員ろくでもないのがフォローできない。あ、そろそろ船に乗り込まないとまずいわね。最後にポポくんにメッセージを。お前がもっとはっきりチェキを愛せばよかったんだよバカ。さてすらもう好きじゃないんだって思っちゃっただろ。ルサンチマンに狂ったばかりに無駄な寝取りなんぞして。でもお前みたいな CV パクロミキャラは珍しくて面白いよ。作品についての推しが大体発散されたから、じゃあスタッフについてでも話すか。海馬は、特に日本だと手塚治虫を想起させる、アニメ黎明期の柔らかい絵柄で表現することで、レトロフューチャーにも似た童話として世界観を映す。個人的には初見時、手塚治虫よりのメインキャラと、赤塚不二夫よりのサブキャラを、藤子、F、藤尾の、SF 世界に放り込んだ。という印象を抱いたね。背景も緻密さより、脳内のプリミティブな想像世界を描くような、色使いと記号をシンプルに組み合わせた質感を優先している。それらは妄想代理人、やイノセンス、にも関わった美術監督、河野洋が、淡く古ぼけた色使いを乗せているよ。本作の愛らしいキャラデザインは、その後の湯浅監督作でも、キャラデザや作画監督を務めるフリーランス、伊藤信武、東京アニメアワードフェスティバル2015では、ピンポン、で、アニメーター賞を受賞しているね。これを動かしていくのが、マッドハウスに所属する面々だ。海馬が面白いのは、シンプルな絵に命を吹き込むような、アニメーションを作っていく中、一昔前のテレビアニメでよく見た、アニメーターの味の違い、が、大いに楽しめる点、よりリアルなデザインだとネタとしていじられがちなやつだが、むしろ線が少ないものの方が、もともと持つ素の感覚は滲み出やすい。パッと見で、明らかに得意性を感じられるのは5話だろう。後にサイエンスサルの取締役となる、韓国出身アニメーター、チェ・ウニョンがほとんど作り上げた、めくるめく陥落世界に圧倒される。2話以降は、後に演出のみならず監督まで至るフリーランス、横山明俊が、随所の脚本や演出に携わっている。6話はジェイミー・ビッカースと高橋智也が、作画と演出を担当していて、少しカープーンの味がして美味しい。ちなみにこのタッグは、以前、モンスター、に携わっていた2人である。2つ戻って4話の三原道夫に至っては、脚本こそ、湯浅監督と共同だが、それ以外の原画から動画、絵コンテから演出、作家までの範疇を、すべて一人仕事で完結させている。海馬ではあまり外注に頼ることはなく、少数精鋭で取り組んだからこそできた働きだろう。その上、本作では美術設定をガチガチに決めず、各エピソードの担当の裁量に任せているので、視聴者は、惑星の移動に伴って、表出する個性をも旅していけるよ。この制作スタンスは、海馬の前作にあたる、初のオリジナルテレビシリーズ、獣爪で培われたもの。制作スタッフも、特にプロデューサーや映像スタッフが、ほぼ獣爪から続投の人が多いため、前作での反省を活かして作られたのが、海馬
なんだね。そんな昔懐かしの映像体験を、さらに馴染みやすく、かつ面白おかしく聞かせてくれるのが、声優の演技力。海馬の上中盤は、世界観設定と展開の都合上、物語の中心にいるキャラよりも、それを取り巻く、その他大勢の方が、よほど好き勝手に喋りたくる。何せ無名モブ担当だけでも33人ほどいて、そのうちサブキャラと金役が2人、サブキャラを2役やってる人が5人という状況。1話の関西弁モブや、4話のばあさんと孫たちに至っては、旅行気分すら味わえるほどコテコテになまっている。特にばあさんを演じた鈴木玲子は、いつ聞いても凄まじい、ウェット全振りの生々しい芝居に聞き惚れると同時に、あまりにもノスタルジーを引き出されてしまって辛い。演技力の高さで言えば、2話の海田優子、3話の玉川咲子、4話と終盤の岩永哲也にもしみじみしてしまう、いい淳やかゆみ家正の老人や、ダンディーな石塚雲翔と、個人の声が思い出せるのもいいポイント。5話で面白いタイプの長さんも聞けるぞ。個人的にプッシュしたいのは、終始大活躍の水田わさび、海馬と共に行動するヒと、途中から海馬を追う、マスコットじみた捜査員、バボちゃんを兼ねているが、どちらもたまらない良さがあって忘れられない。ヒョは、動物的な声しか出せない代わりに、全身を使った豊かなコミュニケーションで感情を表現する。バボちゃんは一転し、フランクに接するハスキー声だけど、ラインを超えた相手には容赦ない仕事人。ここでしか味わえないわさび、ぜひとも見逃すな。いけない。サブが良すぎてメインの話をしてないや。主人公、海馬は、桑島宝子の少年に近い中性的な声だ。自意識が明確になると強さが現れるが、不安に駆られると弱く聞こえる。2話から早くも喋れなくなるが、その後はボディの都合で、喋り口調が少しずつ影響を受けていく。注目してくれ。初めて出会う男、ポポは、あまたの男キャラでおなじみのパクロミ。周囲に親しまれる人情家で、いかにもヒーローらしいが、彼も海馬と関わったことで、人生の歩みが変わっていくよ。写真の女性は音色といい、能登まみこが演じている。物語の時系列ごとに、微妙に声のトーンが変わっていて、3種類ぐらい違う声が聞ける。ちょっと貴重かもしれない。ある意味一番、作品の世界観に即した演技を求められているね。そして忘れちゃいけないのが、サブながら大立ち回りをする男、貨物船の保安官、バニラ。ジャイアニズム溢れる小市民ぶりを、江川久夫が奔放に演じている。彼が描く、人生の奇跡は、あるキャラに小さくない影響を与えるよ。果たして物語にどんな形で残るのか、想像しながら楽しんでくれ。音といえば、本作は BGM も特徴的だ。最初のオープニングとエンディングから、セイラのネバーと、キャリーミーアウェイがガチッと心を掴んでくる。一つの動きに、何人もの登場キャラのボディが、変わる映されていく演出も、興味を惹かれる。両者ともいい意味でアニソンらしくなく、切ない歌詞は、海馬の持つ底知れなさを、暗に教えてくれるね。本作の音楽担当は、シンセシスと、プロデューサーとしての経験も豊富な、作曲家、吉田清。アニメでは、劇場版、時かけ、が代表的だ。シンセによる浮遊感あるエレクトロニカは、明確な主題を持たず、ただ場面に漂う空気感そのものを表現している。それは、このアニメがいかに謎に満ちて一筋縄ではいかないか、とも聞こえるし、それでも各々生活を頑張る住人たちの、我関せず、と暮らしている態度にも聞こえるのが不思議だ。例外として、繁華街やパレードで流れる BGM2 曲は、七つの大罪を手掛けた、和田貴文が作曲しているよ。さらに、作品全体のドラマに欠かせない挿入曲も別口だ。海馬には、ザ・ツリーソングという楽曲がたびたび流れる。これは英語歌詞のオリジナルとは別に、スキャット版と、アカペラ版もある。6話では日本語版も歌われてるね。海馬のエモーショナルなシーンによくかかる曲なんだが、内容は、孤独な古木が自分以外の全てを欲しがる、というもの。しかし、余計に周囲は何もなくなり、寂しさが癒えることはない。終わりのない孤独と、抱え込む虚無感に響く、童謡のような歌だ。作詞作曲歌唱は、シンガーソングライター、ミナコムーキーオバタ。ブラクラの、ザ・ワールド・オブ・ミッドナイト、が有名な彼女だよ。劇中では、ずっと昔からあった曲、とされているんだが、果たしてあの世界で歌い継がれた理由は何なのか、完走した後に考えてみるのも、いいかもしれないね。サントラは、DVD1 巻の特典になっていて、今でもバップで新品を購入できる。他にも1巻には、
フリーライター小林修と湯浅監督の2巻には、横山氏と監督のオーディオコメンタリーや、主要キャスト3人と監督のコメントもあるから、円盤での本編集会が、さらにはかどるね。ちなみに、オープニングとエンディングのフルサイズは、イデアニメーション、というアルバムに収録されているぞ。第12回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門では、優秀賞に輝き、放送開始から10年後の2018年には、オールナイト上映会も催された、海馬、どんな立場の誰しもが、善意だろうと悪意だろうと、心の赴くままに振る舞う様には、愚かで尊い人間を、そっと肯定するような、素朴な愛情があるように思える。当初は、何が人を納得させるストーリー運びなのかも、より人々を喜ばせられる面白い作品が何なのかも、手探りだったらしいが、今はそれも過去の話だろう。湯浅監督は、さらに野心的な挑戦と試行錯誤を繰り返し、2020年、犬王の監督を最後にサイエンス猿を退任。2022年、ユリイカで犬王公開記念特集号が発売される。同年フランスでは、アヌシー国際アニメーション映画祭の一環で、アヌシー版名声の歩道、最初の6人のうち、日本人クリエイターとして初めて手形が設置されるに至った。現在は、休養しながら英気を養っているようだ。果たして次は、どんな企みを芽吹かせるのだろうか。それは貪欲に吸収する、道への探求心だけが知っていよう。それでは記憶をたどってまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。ハードボイルドなのに童話的な初期湯浅アニメ。記憶と体が分離できる前提を持つ異世界。肉体が代替可能だからこそ強まる、人間の情念。初見の第一印象は、よくこんな込み入った話ができるな。世界観のインパクトも強烈ですが、それ以上に、徹底的に矛盾を排したキャラの動かし方に戦慄しました。映像も話も、本当によく練られて隙がない分、流し見には全く向かないタイプのアニメです。合格がよぎる未見の人もいただろうけど、見せられないエロや、身体的精査が自然な流れで、書かれてるから、こっちはもっと血の通った生温かさがある。だからこそ、見てる側は自分と近く感じられるのに、全然違う倫理観が提示され、ショックを受けるんだよね。一回見終わったら、ぜひとも周回してください。キャラの思惑がスルスル分かって、より楽しいよ。いかに全員が何かに縛られているのかとか、おのおの黙っていても本当に大事にしたいものがあるかとか、ね。これは私たちも同じことだ。思い出を刻みつけるのもいいけれど、たまには自分から捨てた方がいい記憶があることも、忘れず生きていきたいもんですなぁ。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。じゃあ、私もう行く。捕まらないでね、カバさん。次回、新世界より、